格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。昔はゲームばっかやるなって怒られてたよね。2人もそうだったんじゃない？ところがね、私怒られたことないんです。むしろうちの母親はドラゴンクエストマンやってたし、おばあちゃんに至ってはボンバーマンで死なない。理解があるんだね。ボンバーちゃんすごすぎ。いつかちゃんは？私はもう怒られまくって、逆にお勉強のゲームソフトを両親からいただきました。そういう手もあるのか。あ、いらっしゃい。お、プロゲーマーのアバオさんとラギアさんじゃないですか。マサモーニング2つ。モーニング。おはようございます。違うと思います。今週の格ゲー喫茶ハメジュンでプレイするのは 3on3 のチームバトルが魅力のザ・キングオブファイターズ14。94年から続く人気シリーズの最新作。グラフィックスが 2D から 3D に一新。伝統の勝ち抜き戦となるチームバトルではキャラクター選びや対戦順といった戦略が鍵を握ります。そして今夜のゲスト1人目はアバオ選手。愛知県を拠点に活動。ザ・キングオブファイターズでは2人目のプロゲーマー。エボ2019では準優勝するなど数々の大会で実績を残すトッププレイヤーの一人です。もう一人のお客様はラギア選手。 KOF シリーズは本作の14から始めたものの招待制の大会で優勝を飾るなど注目の若手です。さらに3カ国語を話せるトライリンガルなんです。そんなトッププレイヤーの2人にお互いの第一印象を聞いてみました。知り合ったのは、K40 今作の、対戦会です。オフラインの対戦会、これで知り合いまして、特に若いプレイヤーなので、どういった動きをするのかなっていうのが初めの印象だったんですけど、昔からやってるかのような動きをしてくるんですね。そういった印象がすごい強くて、的確なこともやってきますし、そんな読み合いもしてくるのかっていった、そんなプレイヤーな印象が強いですね。アバオさんはやっぱ KOF で2番目にプロになったっていう選手、やっぱ一応知ってはいたんですけど、最初見た時ハンサムな人いるってわかる。なんかクローネっていう会社でスポンサードされてるんだけど、デザイン会社って書いてあったから、もうただのデザイナーにしか見えないよね。確かにおしゃれって感じ。ありがとうございます。でもすごい人なんだもんね。強かったです。全然最初やった時はもう全然ダメでしたけど。キングオブファイターなぜ始めたのか、そのあたりを聞いていきたいですね。もともと近くの小さいスーパーとかに MVS の筐体わかる。わかりますか？ MVS4 ね。何個もゲームが入ってるやつだ。それですよ。それが置いてあって、一番初めは画廊伝説2とかをやっていたんですが、そこに通ってる時に突如現れたゲームがキングオブファイターズ94だったんですね。一番最初のやつですね。そうなんですよね。それをやったのがきっかけで、もうそこから出てくるシリーズずっと続いてるんですけど、それをずっとやっていた。自分 KOF を始めたの、ちゃんと始めたの今のところ最新作の14からなんですけど、14からなんですけど、自分小さい頃中国に住んでたんですよ。でそこでやっぱ97がずっと流行ってて、やっぱりそうなんですね。でプレイ中古も多かった。ずっと KOF 時代には興味あって、で東京来た時にきっかけで、じゃあ最新作の14始めてみようかなっていう感じで始めたんですよね。なるほど。中国のそのキングオブファイターズってどういうところでプレイされてるのか。興味ある。昔子供の頃どこだったか、なんかデパートっぽいところのなんか、どっかの一コーナーになんか97の兄弟だけがなんかポツンと、そういうレベルでなんかで、人はなぜか多いみたいな。でもデパートとかなんだ。どのシリーズを一番やり込んでました？14から始めたってことは14ですよね。アバオさんは？僕はやっぱ94と95が、その時小学生だったんですけど、夏休みの期間とかずっとしかもキングオブファイターズって夏休みに出るんですよ。出るんですよ。そう、夏に出るんですよね。毎年夏に出るんだ。そうなんですよ。うわ、この話してたらだんだんゲームやりたくなってきた。しかもこの2人の試合見てみたい。ちょっとこのお店向こうに KOF 置いてあるんですよ。お二人の試合見せてもらってもいいですか？ぜひとも。じゃあやりましょう。やりましょう。ゲストお二人の対戦の前にザ・キングオブファイターズ14の初心者講座から。
ということで私もど素人のキングオブファイターズなんで、ぜひお二人にちょっとレクチャーをお願いしたいなと思うんですけれども、よろしいですか？はい、ぜひとも。ありがとうございます。いつかは三つ編みひげが特徴のザナドゥを、歌広場はイケメンのロックハワードをそれぞれ選択しました。まず全く詳しくない2人は何から始めていけばいいですか？この KF14 で、あるシステムがありまして、ラッシュというシステムがあります。ラッシュがですね、先ほど言った近距離弱パンチですね、近距離で弱パンチを連打することによってこういう形で連続技が、いつか救済システム。マジか。おいおいおい、ボタン連打で。それすらできてない。これ前を言ってしまうと、それね、多分ね、違う技が出てる。これです。なんか違う。でゲージがあるとゲージを使った技使ったってことなんですよ。はい、かっこいい。はいかっこいい。下の必殺技ゲージがあるときにラッシュをすると自動的に超必殺技が出るようになってますね。とりあえず近づいたら弱パンチを連打してるだけで、そのコンボになってくれると。そうですね。ほら、いつかちゃん。救済システムです。本当に救われてるね。続いては戦略の幅を広げるジャンプを習得してもらいます。俺が見せてやろう。まず小ジャンプ、中ジャンプ、素晴らしい。大ジャンプ、あれ大ジャンプ、すごい。3つあるのジャンプで、通常ジャンプもある。普通のノーマルジャンプは4つですね。これが大ジャンプ。何が違うんですか？ザ・キングオブファイターズ14では飛ぶ高さや飛距離の違うジャンプが存在するんです。これを使い分けることによって、試合をうまく進めれると。軽く上に入れると。今小ジャンプやりましたね。出ましたね。ちょっと入れると、これ小ジャンプ。これでこうやって触りに行ってさ、もうずっとこうガードしよう。最後に必殺技を伝授してもらいます。波動拳コマンドですね。下から前の方に回してのパンチと、あとはキックボタンも波動拳コマンドで出せます。これですか？はい。あと竜巻のパンチでくるくるのこういう感じの技が。竜巻はいけるかな。波動までは最近覚えたよね。はい、覚えました。彼女残芸二日だからコマンドわかんないんです。下から後ろの方に後ろに入れて。それです。おお、できる。今いけるか。それです。可愛い。確かに可愛い。ちょっと可愛いぞ。この技がやっぱザナドゥのメインの主力技かなと。そうなんだ。一通りの操作を学んだところで、いつか VS 歌広場の対戦に行ってみましょう。まずは先鋒戦。かっこいいかっこいい。やっぱかっこいいよ K ダッシュ。おいおいおい、何やってんの？コサックダンス？お、何これ？いいです。素晴らしい。素晴らしい。あれ？ダッシュラッシュが決まりましたね。なるほどなるほどね。ガードしましょこれガードできてますよね。できてます。こんななんだ。う。ジャンプからいこう。かっこいい。そう。そういうことそういうこと。 KF は上からです。そう上から。三芸風待たなくて大丈夫。技が出る。懺悔。待たなくて大丈夫。行っていいんですよ。大丈夫です。かっこいい。おい。おい素晴らしい。そういうことそういうこと。よラッシュが決まりましたね。わかりました。もう飛んでるとしゃがみ強パンチで落としちゃうよ。あれでもなんかそれっぽい試合っぽくなってる。どうしよう予想外。コパンが強いですからね、バースは。これ。しゃらー。かっこいい。やっぱ。ひどい。さすが。ミアンをうまく使いこなしたいつかが歌広場の先鋒 K ラッシュ中堅ロックハワードを撃破。勝負も終盤戦へ。ついに歌広場の大将八神伊織が登場。このままいつかが勢いに乗って3人抜きしてしまうのでしょうか。しかし歌広場が意地を見せ、コンボ攻撃からの超必殺技で勝利。勝負の行方は大将戦へ。大将戦はいつかが体力を若干リードした状況でスタート。果たして結果は？ジャンプしてボタンをいいです。いいですね。やばい。もう一回どうした？ガード素晴らしい。どうしたおい飛んでみろよ。ひどいそれは。冷たい。ひどいな。ダメな大人こだ。れどうしよう。とバツを同時押しすると相手に転がりながら近づける。そうですね。うまいです。物探し。
これが違うおお違う。ここで歌広場が金1218式ヤタガラスを発動し一気に逆転に成功します。かっこいい。かっこいい。ラッシュを狙いましょう。ぽいぽい。Mラスさんがこれよくやってる。ほらほら。ああ逃げてる。俺はもう体力リードだから。ほらほら。ほらほら。今飛んでいいよね。飛んでいい。はい。もっとやりましょう。はい頑張ってやって。ほらほらこっちこっち。ほら。ほら。あとちょっと。どうすんの？飛ぶの？ひどい。冷たかったな俺。ひどい。それはひどい。これはひどかったね。これはひどい。いつかちゃんいかがでした？もうめっちゃ楽しかったし可愛かったし、なんか押してるだけでかっこよかったんで、確かに技が。俺はねなんか昔の知識でなんとかやってみたけど、意外に変わってない部分と変わってる部分があって、正直俺もぐちゃぐちゃやってた。お待たせしました。いよいよトッププレイヤー同士のエキシビションマッチスタートです。ということでまずはお二方に、意気込みですね聞いていきたいと思います。大会での対戦経験っていうのはいかがですか？そうですね。直近の大会で、はい決勝戦で当たったんですけど、その時に負けてしまったんで、なるほど。ということはここでリベンジしたいですよね。これね大会で当てる時やっぱ結構勝ってると思うので自分まあここも勝ちたいと思います。余裕あるな。頑張ってください。頑張ってください。はい、それではお願いいたします。では先鋒戦アバオハインとそしてラギアはアリスを選択しました。これ KO はやっぱその上からジャンプがねすごい種類があって、しかもジャンプ攻撃が早いんですよ。この上からこう相手に技をかぶせていくことで先手を取っていく。一回ジャンプ攻撃ガードさせてもう一回ジャンプ攻撃ガードさせてみたいな、もうずーっと固め続けるみたいな。こんな感じで上から行きました。当たった。先手はラギア、そしてこれゲージが溜まるとマックスアップという非常に強力な動きができて、ここからの連続技で相手をこう倒していく。これですね、マックスアップ。わかります中よ。段から発動したんですね。おーすごい。 EX 技からめっちゃ減ってるっていうね。タイガークラック、そしてオキテミに持ち込んでいきます。そしてここで、アバオのラギアもゲージがね今2本溜まってます。このマックスアスをプラス超必殺技でさらにダメージを伸ばせるんですけど、ここは3段からオキテミに持ち込んでいく。お、マックスアスを来たぞ。EX 技。そして超必殺技につないでダメージを伸ばしていきます。これも減る。紳士なんで執事なんでちゃんとこのね手袋直すんですが、めくりで KO。先鋒戦はラギアのアリスがまず取っていきました。体力がほぼ継続してるんです。回復するんですけど先鋒でまず倒したじゃないですか、だから体力がさっき減らされた分だけ減ってるんですよね。だから今このキャラクターは1人目と2人目が戦ってるから1人1対1でまあ先に勝った方がって感じなんだけど、今そうアリスが負けちゃったからほぼパーフェクトだからあんま関係なくなっちゃった。そうですね、これ戦いが進んでいくとゲージが最初先鋒は3本までしかたまらなかったんですけど、中堅に4本なんですよ、さらに強力な連続技だったりできることが増えるっていうのがこの KOF14 の特徴の一つです、ただここはゲージはないんですがアップルジュースって言ったよね。言いましたよね投げた時にアップルジュースって言った。確かに聞こえた。聞こえました。聞こえた。飲みたいんじゃない？アバオが出したのはレオナ。これはもう昔からいる KOF96 からのキャラクター。ほらアップルジュースって言った。言いましたよ絶対言ったね。そしてラギアブルーマリンの体力はもう残り4割。ゲージあるぞ。ガードキャンセルガードしている。投げていくのはラギア。さらに画面足投げていく。おっとバックジャンプからおおそんなもん。おっとバックサスが来た。これは減るぞ。スタンからもう一回ビリビリしてすごい運んでる。バーチカルロからの投げ、もうこの画面足に持ち込んでやはりジャンプ攻撃からの攻め、一旦距離を取るのはボールがダッシュしてきた。相打ち OK。 この中堅対決はラギアのブルーマリーが取りました。このキャラクター非常に強くてどの大会でも大体の人が結構この入れてますね。空中から軌道を変えて攻めたりすることができるっていうのが特徴です。 KOF っぽくない感じですよね。さらにこのジャンプフット足ダウンを取る。おっとここは対空しからマックスアップしたんですが
お裏に回っている EX 技を使ってあの上勝負して見事かっこいい。マックス発動っていうのはその発動した後一定時間強化されるんですけど、今みたいに途中からのコンボだったのに倒しきりましたね。見事でした。そしてシンウェイの対象戦同キャラ対決になりましってた。ことはゲージが多い方がやっぱ有利なんだよね。今ラギアのゲージも4本満タンになりそうです。アバオはこのゲージを使われないように倒したいんですが、なんか時空が歪んでる。歪んでる。上からおっと打っている。おっとまずはこうゲージがないのでちょっと普通の連続だ。来たぞ。なんだろう、物理現象では説明できない。さあフルゲージのシンウェイのマックス発動から置き攻め裏に回ってよくガードした。そしてここからまたマックス発動で攻め込んでいくのはラギア。アバオのゲージが2本溜まりそう。対空からうまいぞ。攻め込んでいく。ガードキャンセルからの緊急回避で逃げていくのはラギアです。ゲージ差が埋まってる。埋まってきました。体力差は若干あるんですが、このゲージをうまく使えば十分逆転可能でしょう。アバオどうするか。画面の中央上からカウンターヒットつないでいる。ジャンプフットマスカウンター調子ね。技残っていますが、アバオかなり苦しくなった。置き攻め大きな爆発をどうだ、どこまで減らせるか。アイジングフィルト置き攻めゲージをためながら2本ある。ようやくしたさらにガードキャンセル緊急回避。残り時間は20秒。ただゲージ差があります。アバオはゲージ2本あるんで体力差はあるんですが、何かワンチャンス当てれば逆転できるでしょうか。おおつないでいくエキシビションマッチ勝者アバ握手が早い。ラギアの2人目のキャラクターマリーに対して結構追いやられたので、自分の対象キャラ、シンウェイの回ってきた時にゲージがなかったんですよ。必殺技ゲージがなくて苦しかった状況なんですけど、焦ったのかなっていう感じでそこをうまくつけたと思います。いやーちょっと有利な状況だったにもかかわらずちょっとまあちょっとビビりすぎちゃったかなってやっぱ自分でも思いましたね。ゲージ差をうまく生かせなかった。はい、うまくいかせなかったですね。ここでマスターハメコの注目ポイント、勝負の鍵となったシーンを解説します。この試合ポイントとなったのは対象戦遠距離立ち強キックからのマックス発動です。決め手は対象戦の終盤に追い詰められた馬尾選手が畳みかける攻撃のこのシーンです。狙いというところをちょっと聞いていきたいんですが、はい、もうあの状況が、自分の体力が残りわずかになっていたので、対するラギア側が体力が大幅にあったので、もうあそこを通すしかちょっと勝ち道はないのかなと、それを通したというところです。結構体力差はあったので、でかい一発はもらえないように遠距離強キックちょっと警戒はしてたんですけど、ちょっと一瞬前にレバー倒したところをうまく当てられたって感じですね。本当に刹那の一瞬をとどめられてしまいましたね。いよいよ開催が目前に迫った格闘ゲームの祭典エボジャパン2020。俺も出ちゃおっかな。私もせっかくなら出てみたい。そして歌広場といつかも大会出場を決意。頑張ろうぜ。頑張ります。2人ともこう出場するということで、はい意気込みを。1ラウンドあわよくば1勝を狙ってちょっと頑張りたいなと。本当は楽しみって言いたいところなんですけど、ちょっと怖くなってきてるんです。怖い。自分はどうなんだろうっていうような期末試験を受ける時の気持ちみたいなドキドキ感だから。そんな歌広場からマスターにある提案が。せっかくなんで、マスターと壮行試合をしたいんですよ。壮行試合。そうよかったら僕たちと戦ってもらえませんか。やりましょう。やったぜ。エボジャパン2020に向けた壮行試合、まずは歌広場 VS マスターハメコ。楽しみ。なんか震えるよ。いやゲームできるなんてマジで嬉しい。番組での実戦プレーは初となるマスターは新キャラのギルをチョイス。うわあ、なんか強そうです。あ、この後に氷を食らっちゃダメなんですよね。危ね確か。そうです。この後これからと混ぜ。炎と氷を交互に。マスターマスターがふんどし一丁で頑張ってます。あ、マスターサンフレの暴れが。かなりの接戦。最後は画面端で打ち合いとなりましたが、歌広場がうまく差し返しました。勢いに乗る歌広場。すると続くラウンドもハメコさん。今日からこの店俺のもんだ。やべ、悪い人
マスター強かった。俺の剣どうでした？いやすごく丁寧で、そのギルって対空がしたいんですよ。ジャンプを待ってるんですけど全然飛んでこなかったんで見事。じゃあ成長してるんだ。丁寧。ありがとうございます。エボジャパン2020壮行試合、続いてはいつか VS ハメコの一戦。はめこさんとは第1回からそうなのね、私がもう赤ちゃんの頃からご存知ですので、はいこのアケコンも一緒に選びに行きましたし、今まで習ってきたこと全てをちょっと頑張って挑戦してみますので、お願いします。お願いします。マスターは強いぞ。まずはマスターから飛び道具の洗礼が。ちょっと待って、もう泣きそうなんだけど。画面足が近づいてくるよ、下がると。始めた頃は飛び道具禁止なんて言ってましたが、しっかり対応できています。そうです。喜びのあまりこっちにも異変が。検討したいつかでしたが、やはりそう簡単には勝てません。でも飛び道具の飛び道具や最初はいできよかったです。第2ラウンドも追い詰められる展開に。しかし教えてね。そうそうそう。いいよ。さあ今日スクール。これはどうする？もう一回ステップ？どんぐらい減るの？まだ残ってるぞ。あと何か当てたら勝ち。すごい。いい気がする。9分で。相手の飛び道具に攻撃を合わせ、倒れたところをすかさず置き攻め。見事な逆転勝利でした。これが社員教育か。そして最終ラウンドはマスターに厳しく攻められ、あえなく敗れました。それないぜ。いやここまででも教えられたことかなりやれてたね。でも頑張ったなって思います、自分で。本格的に格ゲーに取り組んできたいつかの姿をずっと見てきたアメコ。今日のプレーはどう映ったのでしょうか。とりあえず教えられたことは全部やろうとしたし、はい。まあそれは失敗したとしてもやろうとしてること自体が良いことだ。あ、よかっ芸術使いたかったね。た。あ、使いたかったです。 EX スクリューパレドライバーにした方がいい。でも近づいて画面足ないと追い詰めてはい逃がさないように戦うっていう、その一番やらなきゃいけないことっていうのができたし、はい、ありがとうございます。この調子でさらに頑張ればはい。一生できるかもしれない。もうその初回から比べたらものすごい成長ぶりですよ。嬉しい、ありがとうございます。なんて美しい師弟愛なんだ。泣いても笑っても開催まで残り1週間。2人の戦いの結果やいかに。はい、ということで本日は KOF14 をお送りしてきました。まあ、こういった番組に出るのはなんか珍しい感じだったので、すごい非常に楽しくやれたと思います。15が出ると、はい、予定されているので、気になる方いましたら K14 で予習してもらって15も触ってもらえたら嬉しいと思います。番組に出演できて楽しかったと思います。やっぱこういうところみんなにもまず重要な楽しさをお届けできればいけて、まあ良かったかなと思います。ということで、本日のお客様は、アバオさんとラギアさんでした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。次回はストリートファイター5アーケードエディション。カプコンカップ2019で活躍したフード選手、モケ選手がご来店。